どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水槽のリセットはしたことありますでしょうか？リセットというのは読んで字のごとく、水槽を一旦ゼロに戻す作業であり、アクアリウムをやる上では切っても切り離せない作業です。定義ははっきりと決まっていませんが、自分の認識では水槽の中身をすべて空っぽにして一から水槽を立ち上げ直すことと理解しています。リセットする要因の一つとしては、生体メイン水槽の場合は病気の蔓延などが挙げられると思います。この場合はろ過層まできれいにする必要があるため、ろ材も引き継がず完全リセットする形になります。ただ、根本の解決になるかどうかはその病気の原因次第なので、必ずしもリセットが最善とは限りません。もう一つはスネールやプラナリアなどの不快な水生生物の大量繁殖です。この2つの生物は厄介で、根絶するのが大変困難になっています。スネールの場合は水槽の丸洗い、ろ過槽の清掃でなんとかなりますが、ろ材を少し薄ぐ程度で処理した場合は高確率で復活します。一度天日干しなどの対策を講じないと根絶には至りません。もう一つのプラナリアは個人的に一番対策が難しく、すべての機材の煮沸消毒レベルじゃないと根絶やしにすることはできないのではと思っています。自分は以前南米プラナリアという米粒大のプラナリアが大量繁殖してリセットしたんですが、煮沸消毒しても結局他の水槽から媒介してしまうため、今でもたまに見かけます。基本的に生体が入っていればそこまで暴れ狂うことはないので、最近は見て見ぬふりをしていますが、あいつらが水槽壁面にうじゃうじゃ張っているのを見ると寒気がします。プラナリアはその性質上、切り刻んでも倍々に増えるだけですし、南米プラナリアの場合は薬剤もあまり効きません。完全に断ち切るには、すべての水槽を同じタイミングで煮沸消毒するくらいまでしないといけないのではないでしょうか。スネールもその点では同様で、一つの水槽をしっかりリセットしても、水槽が複数台ある場合は、他の水槽からいつの間にか入ってくるので、同時に対処する必要があります。まあ、今例に挙げた2つのリセット理由は、人によっては一生縁がない場合もありますし、定期的に起こることではありません。そんな稀にあるリセット理由以外に、定期的かつ必ず避けては通れないリセット理由があります。それは、水草レイアウト水槽のリセットです。水草水槽をやられている方ならわかると思うんですが、水槽を立ち上げて1年もすれば、水槽内の状態が下向きになり、全体的に全盛期の綺麗さがなくなっていきます。部分的に定称を変えたり、追肥を行ったりすることでリセットせず維持もできますが、そこまで手間暇をかけて長期間水草レイアウト水槽を維持する人はそこまで多くはないと思います。それでなくても同じレイアウトは1年もすれば飽きてしまうでしょうし、現状維持ができていたとしてもリセットするのが自然な流れです。特に水草レイアウトが好きな方は、リセットすることで新しいレイアウトに挑戦することができますし、そういった意味では先ほど挙げたリセット理由の中では一番ポジティブな理由ですね。自分も今まで何回かリセットを行っており、その度にハーハー言いながら水槽を空にしています。正直リセットは大変ですし、やろうと意気込んでから始めないといけないくらい重労働なんですが、やっぱり新たなレイアウトが作れるという意味では楽しいですね。ただ、そんなポジティブリセット事案の中でも頭を悩ませることがあるんです。それは
リセットした水槽の水草どうするんだ問題です。一つの水槽を丸々空っぽにするわけですから、必然的に大量の水草がリセット時に出てきます。そんな大量の水草を見ると、この量の水草を買い揃えるとなるといくらくらいかかるんだろうと貧乏症な自分は考えてしまうんです。それでも他の水槽に無理やり植栽するなんてことはスペース的に難しいですし、スネールが発生している水槽だったり、苔が蔓延して水草にもいっぱい付着している水槽だったりした場合は、厄介な苔やスネールを移転先の水槽に持ち込んでしまうことになりかねません。そういった理由もあって、泣く泣くリセットした水草はすべて廃棄という形になりがちなんですが、今回はそんなリセット時に出た水草をなんとかできないかと試行錯誤していく過程のお話をしていこうと思います。以前出した動画では、同じように廃棄する予定だった水草をズボラで簡単に増やすことができる方法をお伝えしているので、そちらの動画も気になる方は概要欄をチェック。その動画では完全水上用で管理していましたが、今回はその方法を確立する前の段階です。水上用だとすぐにレイアウトに使えないので、一部の水草は半水中用で維持できないかという実験をしています。今からリセットする方や、これからリセット予定のある方、きっといつかリセットする方など、最終的にどうなったのかぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていきます。今回使用するのは以前動画にした流木レイアウト水槽の水草たちです。種類としてはグリーンロタラ、ロタラ SP ハラ、アルテルナンテラレインキーミニ、クリプトコリネウンデュラータスレッド、ハイグロフィラピンナティフィダです。結構種類は少ないんですが、有形層以外にも陰性水草のクリプトやピンナティフィダもあるので、今後保管するにあたってこの方法がうまくいくかどうかがわかりますね。まずはロタラ2種類からやっていきます。こちらの2種類は以前動画にした室内水上栽培計画で行った方法同様、100均で買った容器に入れて栽培していきます。まずはいつものテトライニシャルスティックを適当に振りまきます。そこに使い古しのソイルを入れ、その後にもう一度イニシャルスティックを入れます。最後の方だったみたいで粉しかありませんでした。あとは先ほど同様中古ソイルで蓋をします。続いて水道水をひたひたになるまで入れた後、ロタラを植栽していきます。今回は以前の教訓を生かし、ロタラは短めに切ってあります。こうすることで枯れる水中用部分を減らすのと、水草が折れるのを防ぎます。もう一つのグリーンロタラも同様に植栽していきます。正直こんなに丁寧に植栽する必要はないんですが、以前出した簡単水浄化方法を確立させる前だったのでご了承ください。今回は室内育成ということでこんな感じになりました。続いてロタラ以外の水草をストックしていきます。その際に使用する容器がこちら、ダイソーのガラスポットです。こちらは ADA のガラスポット丸のようなフォルムで、価格が200円と激安なため、各所で大人気な商品となっています。都心では今でも品薄が続いており、なかなか入手できないと聞きますが、自分は田舎在住なので、いろんなダイソーを巡ってコツコツ買い集めました。今回はこのポットを使って水草をストックしていきます。まずは先ほど同様、ソイルとイニシャルスティックを入れ、水を結構多めに入れます。あとは水草を入れていくだけです。現在、アルテルナンテラレインキーミニを入れているんですが、結構量が多くギチギチになってしまいました。正直こんなに入れるとうまく育たないので、ス
ストックする場合はほどほどにしておきましょう。ちなみにどでかくなってるやつは入れず、小さい株を選別して植栽してます。ということでみっちり植えました。あとのクリプトコリネ・ウンデラータスレッドとハイグロフィラ・ピンナティフィダも同じ要領でストックしていきます。クリプトコリネは水中用からの水上用移行が難しいと聞いていますが、こんな小さい容器で大丈夫なのでしょうか。まあ、どうせ捨ててしまう運命なら試してみようということで、ダメ元で入れております。ピンナティフィダも選別した小株を植えていきます。ADA のピンナティフィダ UK ではないので赤くはならないですが、トロピカ社の組織培養から増やしたものなので一応保存。ただ、レイアウトに使うかは未定です。というわけで、すべての水草の植栽が終わりました。あとは経過を待つだけです。ちなみにガラスポットに入れている水草は常に蓋をした状態で以前の水上栽培ファームにて育成します。こうすることで組織培養水草のように半水中用を展開して次のレイアウトにも使いやすいかなと思ったわけですね。というわけで 2,3 週間経過したんですが、ガラスポットの方はちょっと問題が出てきました。当たり前なんですが、蓋をした状態で密閉しているのでカビが生えたりするんですよね。水中用から水上用に移行する段階で水中用が枯れていくんですが、そこからカビが発生して結構苦戦しました。映像があまり残ってなくて申し訳ないんですが、枯れていくまでが大変。1ヶ月後の遠目の映像ですが、ハイグロフィラ・ピンナティフィダはしっかり溶けてきてますね。アルテルナンテラ・レインキーミニの方は調子が良く、ここでも生命力の強さを発揮しています。クリプトコリネ・ウンデラータスレッドの方は、最初すべて溶けてもうダメかなと思ったんですが、新たな株が少し出てきました。本当は半水中用で維持したかったんですが、葉が入れ替わる途中でカビが発生したことにより何度も換気をした結果、おそらく水上用寄りの葉が展開されつつあります。グリーンロタラと SP ハラの方は順調で、以前の動画同様しっかり水上用になってくれました。それからの経過も細かくお伝えしようと思ったんですが、長くなるので結果どうなったかをお伝えします。まずはアルテルナンテラ・レインキーミニ。3ヶ月後なんですが、こんな感じで完全水上用になりました。先ほどお話しした通り、蓋をして管理しようと思ったんですが、異常な成長スピードで葉を上へ上へと伸ばしていくため、泣く泣く蓋を取ることに。その結果、立派な水上用へと変化しました。茎にも産毛が生えててなんか面白いです。そして脇芽が出る葉の付け根部分には花なのか何なのかよくわからないものが出てきてます。下の方は水中用の名残の枯れかけが残ってますね。それでもこの適当育成方法でこんなにしっかり育ってくれるのはさすがの生命力です。しかしこのアルテルナンテラ・レインキーミニの凄さはこんなもんじゃないです。それがこちら。ポットを外した状態での写真です。このようにポットの形のままソイルが形状を保ってます。これはアルテルナンテラ・レインキーミニの圧倒的根張りによってソイル全体が一つの塊になっている状態です。このまま育成を続ければどんどん根が侵食していったことでしょう。持ち上げても型崩れせずびっくりしました。映像のように水でソイルをふるい落とそうと思ったんですが、しっかりソイルに活着していたため、最終的に落ちきらなかったソイルは根っこごとカットすることに。恐るべしアルテルナンテラ・レインキーミニ。最後にクリプトコリネ・ウンデラータスレッドとハイグロフィラ・ピンナティフィダの5ヶ月後の状態をお見せします。まずはハイグロフィラ・ピンナティフィダ。このように超かわいい葉っぱが生えてきてます。
見た感じ水上用寄りな気はしますが、水中のようにでかくならず、このままおしゃれな容器に移し替えたらいい感じになりそうです。そしてなんか1枚だけピンク色になっているやつがあります。あまりにも綺麗で謎なんですが、葉焼けしてるんでしょうかね。突然変異でこのピンクの葉が増えないかなと淡い期待を抱いてます。次にクリプトコリネ・ウンデラータスレッド。大変汚くて申し訳ないんですが、こんな感じで一応保ってます。大きくなりすぎた葉は調子が悪くなって穴が開いたりしていますが、小さな株もちらほらあって使えそうです。ただ今の状態よりも3ヶ月くらいの時の方が小さい株がいっぱいあって綺麗でした。そんな感じで水草保管計画を実行したんですが、植栽してから5ヶ月以上経過してもちゃんと維持できることが分かりました。最初の1ヶ月は葉の生え変わりということもあり、換気とか霧吹きとかしてたんですが、それ以降はずっと蓋をして放置してただけなんで超楽でした。この容器では収容量に限りがあるので、ガンガンレイアウトに使うことはできませんが、5ヶ月以上経過しても放置状態で保管ができるのは魅力的ですね。水草ってもともと育成していた種類でもリセットで捨ててしまって、使いたくなった時にまた購入しないといけない羽目になるので、使うめどはないけど維持しておきたい場合にはこの方法が役立つのではと思います。ロタラ2種に関しては過去動画で紹介したやり方で現在水上栽培に移行しています。おそらくアルテルナンテラレインキーミニやロタラなどの成長が早い水草はポット育成に向かないので、おとなしく水上栽培する方がいいかもしれません。それかポット内で蓋を外して育成するかのどちらかです。その他の水草であれば複数のポットで1種類ずつストックしておくのも楽しいですね。今回のように室内でポット管理するのであれば、室温があまり低かったり高かったりするとダメかもしれないんで、エアコンで室温管理することをお勧めします。これからもせっかく作った水上栽培ファームを生かしていろいろやっていくので、今後が気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。